2018年1月、ヤッキーの家で開催されているガーディアンのバトスピ強化合宿に参加してみたいと密かに思っているのはハライチ岩井、仮面女子月野モア、桜井由紀、そして声優界一バトスピ愛が強いと言われる男木山茂雄。前代未聞の賞金100万円をかけたカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームとは、カードゲームバトルスピリッツのユーザーが3人1組でチームを結成しバトルを行う。用意されたのは3つのステージ。1つ目の 3on3 ステージではユーザーチーム同士がバトルを行い、先に2勝したチームの勝利。勝利チームはガーディアンステージに進出。番組が用意した6名の資格ガーディアンからランダムに選ばれた3名全員に勝利すればキングステージに進出。最後はバトスピ最強バトラーキングに挑戦し、見事勝利を収めれば賞金100万円。それがバトスピエクストリームゲーム。前回ボイドからコアを自分のスピリットに置きます。はい。最初小赤セレイヤー。そのタイミングで使いたいカードがあるんです。おいしいけヴィランバーを。何？ヴィランバですね。マジで言ってんの？ヴィランバマジ？まさかのヴィランバが登場し、ラボーアスカイ村田が大逆転勝利を収める。3on3 ステージ突破までリーチをかけた Love or Sky、 そして後がない Team Hincats。 Next Battle、 キング杯ベスト4、 Team Hincats ヤマトゥーン vs 週2でカラオケに通う男 Love or Sky エダ。ヤマチュンの戦術は今回はシルデッキを使いたいと思います。シンボルを置いていって相手の盤面をなくしつつ自分はコントロールしていって、紫魔人のブレイブで1点4点で勝ちます。対する枝はノーブルドラグーンニュージークイドを軸とした白の武装デッキになります。白を探索した RZ7 やワグナーなどで、デッキをオープンして背面にニュージークイドを引いて高テンポで背面にバトルを決めたいと思います。どうですか？自信ありますか？そうですね。ラボはスカイオは自信なんで。今のしゃあないしゃあない。マジしゃあない。マジでしゃあない。頑張ってくれまして。負ければ敗退が決まるチーム貧血ヤマチュン。果たして勝つのは？先攻ラブオアスカイ枝さん、後攻チーム貧血ヤマチュンさんです。ゲートオープン開放。じゃあ、スタートステップコアステップなしのドローステップ、早速ね、リフレッシュステップなしのメインステップ入ります。ではそうなんです。3コストでノーブルオーダーイーノックをレベル1で召喚します。これは強いんですが、レベル1の自分のメインステップ、自分が系統武装を持つスピリットブレイブカードを召喚するとき、このスピリットのシンボルを白のシンボルを3つにします。はい、このまま3つ状態。さらにレベル2の時に相手のスピリットブレイブの効果を受けないというのがあるんですが、今コア1個しか乗ってないので、これでちょっと除去されると辛いので、今のところね。なるほど。ここは山中さんどうしてもあれはエンドステップ除去しておきたいかなと。相手が紫ですからね。あれほっとくとやばいことになるんで。早いうちにメインステップ入ります。5コストで紫魔人召喚します。紫魔人出た。召喚時効果で、相手のスピリットのコア1コアリザーブします。早速除去していきました。うまい。さすが山ちゃん持ってる。
山中さんは支流コントロールデッキでね。何もせず単種類で。はい、じゃあ僕のターン。岡田さんはじゃあ白にスタートステユージーク。ップ、コアステップ、ドローステップ。では3コストで白の探索者 RZ7 を召喚します。で召喚時効果、デッキの上から3枚オープンします。その中の、氷を持つスピードカードすべてを手札に加えます。2枚あります。ありますね。オールリフレクションを手札に加えます。わあ、ニュージークリードが手に。多いっすね。でバーストをセットします。アタックステップ何もせずにターンエンドで。はい、止まります。スタート。コア。ドロー。紫シンボル2つで動きやすくはなってますから。メインステップ入ります。3コスト2軽減、1コストで、ナンバー30アイランドルートを外します。他で敵から1枚ドローします。5コスト3軽減、ポイントライダーを召喚します。召喚時効果で、相手のスピリットアルティメットのコア2個リザーブに送ります。2個あります。どんどん出しても出しても。相手による自分のスピード消滅後バーストでランバードールを使用します。ランバードールを使用しました。このバースト発動時に消滅破壊された自分のトラッシュにあるスピリットカード1枚手札に戻します。はい、手札に戻します。そしてこの後手札にある系統武装を持つスピリットブレイブカード何でも出せるんです。1枚どれでもいいんです。ではガンズバルムンクですね。交流銃剣ガンズバルムンクをはい、召喚します。強い流れが。そうですね。これまた除去しないと始まりましたね次に繋がっちゃうので。怖いよ。じゃあ4コスト2軽減でクルセイダードラゴンのクルセイダードラゴンアクセルの効果でスピリットのコア2個をリザーブへ。なるほどなるほど。すごいコントロール。枝さんは出せないな、なかなか。さすが。何もせず単種類で。じゃあ僕のターン。じゃあスタートステップ、コアステップ、ギリギリでもやっぱり相手のフィールドをさら地にするコントロールで自分の流れが来るまでこうやって。リフレッシュステップ、メインステップ入ります。やっぱさら地からの展開って難しいですからね。そうですね。一番最初のイーノックが消滅させられたのが一番ブレーキになりましたね。大事ですね、あれね。では3コストで白の探索者 RZ7 を召喚します。じゃあ召喚時効果でデカ3枚オープンします。1枚、2枚、3枚。その中の降臨を持つスピリットカードを全て手札に加えます。でオールリフレクションを手札に加えます。アタックステップは何もせずターンエンドで。思います。スタートステップ、コーステップ、コーステップ。じゃあ手元から1コスト1軽減クルセイダードラゴンを召喚します。じゃあ8コスト5軽減ウロボリアスリバース召喚します。ウロボリアスリバース。スピリット召喚時相手のスピリットアルティメットのコア3個を相手がトラッシュに送ります。3個すべてトラッシュですね。全然何もさせていただけない。よし。勝ち、これはもらった。さすがにもらった。これで紫魔人とレベルになります。ウロボリアスリバースがブレイブすると4シンボルです。そして相手はマジックカウンターを打つアクセルのコアがありません。ウロボリアスリバースにブレイブします。いわゆる1点4点という構えですね。確かにな。もう1ライフ削ったらもうそれでいけます。クルセイダードラゴンアタックで。ダッシュありますね。こちらないです。ではライフでいきます。はい、ライフでいけた。ウロボリアスリバースアタックします。何も打てないですからね。さあ4点のアタック。ないです。ライフでいきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最高。山中さん、コア除去からの見事なコントロール。めちゃくちゃスマートでかっこよかった。ありがとうございます。ニヤニヤしてはめられた。すいませんね。引きも良かったですか、やっぱり。そうですね、めちゃめちゃ良かったですね。相手の降臨元とかも除去できたので、毎回だから更地にして。そうですね、ニュージーク乗っかっちゃうとちょっともう手がつけられないんで。なるほど。はい。さあ、枝さん、はいいやちょっと何もさせてもらえなかったですね。そうですね。
ガンズバルーンを除去されたのが一番痛かったですね。まあそうですね、中盤以降は。それからの流れがね期待できた分。いやー、ということでお二人お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。これで対戦成績は両チーム1勝1敗に。ガーディアンステージ進出をかけた次の戦いに挑むのは、この日のために髪を緑色に染めた Team Pink Cats 8 vs 声優を目指すエダの弟 Love or Sky オロチ。8の戦術は、僕が使うのは青ニュージークで、高校1ターン目にゼロコストでアタックした後にブリズクラッシュで、アタックした上にニュージークフリート降臨して残りの4点を奪いに行くっていう感じです。まあ僕がいれば勝てるっていうのを実証します。対するオロチは、今回は青の、デッキ破壊でいこうと思います。最近の環境だと速攻が流行ってるので、相手の盤面をなるべく遅延させてからリブラゴレムや爽快仁王でデッキ破壊を決めたいと思います。どうですか、自信ありますか？愛か空を選ぶには自信がいるんで。お疲れ。ありがとう。どうですか。果たしてガーディアンステージに進むのはどっちだ。先攻ラボアスカイオロチさん、後攻チーム貧血エイトさんです。ゲートオープン、開放。先行、コアなしのドローステップ。3戦とも先攻がラボアスカイ。メインステップ。皆さんじゃんけん強いのかな。3コストオリンスピアの長寿上、このデッキタイプで言えばそうですね。配置します。効果でお互いのメインステップ、スピリット、ネクサス、マジックの効果でスピリットを召喚できないです。レベル2の効果、相手のアタックステップ、ブレイブしてない相手のスピリットがアタックするとき、相手は相手のリザーブのコアを1個トラッシュに置かなければアタックできないです。これはいろんなデッキにバー刺ストをセさりますットしてそうですね、増殖にも刺さりますし、スタートステップ。青ニュージークで言えばグリズクラッシュが効果でノーコスト召喚できなくなりましたね。メインステップ。3コストアクセルでラクシュマラを使用します。デッキから2枚ドローします。さあ2枚。さあオリンスピアを前にどう立て直すか。ちょっと時間がかかることはもう確定したので、ただブレイブさえ出せれば、はいはいはい。真珠を持つブレイブが出せれば、そこから直接降臨してリロード手札をすればいい。2枚破棄するのでなるほど。破棄します。クイックドローがありますね。クイックドローを使えば、真珠をノーコストで召喚できます。あれはブレイブカードですので、オリンスピアの効果に引っかからずに召喚できますね。なるほど。そうなんだ。マントラドロー、2コストここはどんどん使用します。3枚ドローします。2枚破棄。このうち2枚を破棄します。髪の色が気になってしゃあない。ドレッドヘアでしたよね。さっきそうですよね。そうなんですよね。ドレッドヘアなんだのに。ではこのままターンエンドで。ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ。声優を目指している3コスト1軽減2コストでどこの事務所選ぶんだかな。事務所大事ですか、やっぱり。大事ですね。先輩も大事ですよね。事務所のね。絶好標準とスワローテイルを破棄します。おっと。何狙い？じゃあ防御できる札がまだ手札にあるということでしょうかね。4コスト1軽減。ガルガンドの情報もありました。ガルガンド出ました。お互いのアタックステップ、お互いのライフは相手のアタックごとにスピリット1体から1までしか減らないです。これで3点だろうが4点だろうが1点ずつしか減らなくなりました。そうですね。なるほど、時間をかけていくスタイルですね。これでニュージークはアタック1回つき1点しか減らない。やばいな。スタート握った状態で小型指としかシフトチェンジできないだろうな、こうやって多分プランを。ではアタックステップは何もせずターンエンドで。はい、じゃあスタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ。大事なのはネクサスを除去するカードを入れてるかどうかというところなんですが、
従来の青ニュージークにはネクサスに触るカードは入れてないですね。2コストスワローテイルを使用します。さて打つね。デッキから2枚ドロー。ここもニュージークのアタックがもうほぼ無理だと分かった瞬間、もうビートに切り替えなきゃいけないんで、低コスト帯がいればいいんですけども、切り替えられますかね、これね。切り替えないとおそらく間に合わないですね。でなおかつオリンスピア貼られてるので、ブレイブしていないスピリットがアタックした時リザーブのコア1個をトラッシュに置かないとアタックできないんですよ。ブリーズクラッシュを破棄します。そのまま破棄されます。そうですね、これ召喚できないので。いや初ターンにあったオリンスピアが強いな、こんなにぶっ刺さるのか。確かに効果でスピリット召喚できないし、ライフも一気取りできないし、そうですっていうところで。でアタックステップ、そのまま何もせずターンエンドで。なんでだよ、殴れって。スタートステップ、ステップ、ドローステップ、3コスト2軽減1コストでストロングドローを使用します。巨岩石入れてたこいつほんまあれやね。恐ろしいな。マジエンターテイナー。3枚ドローして2枚破棄します。では、ストロングドローと爽快妙を破棄します。あら、爽快妙を破棄。お、かぶってるのかアクセル、ラクシュマナ、3コスト軽減1コストで使用します。2枚ドローして2枚破棄します。なんかフォローしてなんだなんだ。探してるのかマントラドローと爽快妙を破棄します。また爽快妙。破棄したんじゃないの？これを何を狙ってるの？これ他に何かデッキ破棄のカードってあるんですか？4コスト2軽減、これを探してたのかな。岩石の森を廃棄します。来たな。これも多分どうしようもないね。絶望やな。ああもうダメだ。レベル1、2の効果でお互いにトラッシュにあるカードすべてはこの効果以外の一切の効果を受けず、その効果を使えないです。トラッシュにも蓋しましたね。これ何かというと、ニュージークフリートでデッキをめくっていった時一度あれ破棄してるんですよ。で破棄したトラッシュの中からガンズバルムンクのようなブレイブをもう一度召喚するっていう。あ、そうなんだ。で巨岩石の森はそのトラッシュに今蓋しちゃったんですよ。な。出せなくなっちゃった。そうです。じゃあもうニュージークフリードだいぶ封印されてますね。もう完璧に今封じてます。アタックステップは何もせずに巨岩石の森のレベル2の効果で、自分はデッキから2枚ドローできる。そうした時自分は手札が3枚以下になるように破棄します。2枚ドローして、では鉄鋼標準、ではターンエンドで、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、さざ波同時召喚します。八方下がりになってきましたね。ガチガチだな。ラクシュマナ召喚します。普通に召喚。バーストをセットします。リードするしかない。それを入れ替えます。まあニュージークフリードは別に掘らなくてもガンズバルムンクに直接ダイレクトブレイブしちゃえばレベルも上がっていれば2回はアタックできますので。フラッシュはないです。ないです。ではライフで受けてファースト、どうぞ。ナンバー26キャピタルを破棄します。巨岩石の森のソウルコアをキャピタル抜きます。ソウルコアが置かれていない相手のスピリットアルティメットがアタックするとき、相手は相手のリザーブのコア1個を相手のトラッシュに置かなければアタックできない。でこのネクサスにソウルコアが置かれている間、この効果でトラッシュに置くコアをプラス1個します。今支払いが3つですかね。3つです。3つ。じゃあそのタイムで。なんでねえよ。しろよ。ではスタートステップ、コアステップ。まあソウルコアを置いてブレイブしてアタックすれば支払いゼロで済むんですけども。メインステップで、3コスト2軽減1コストマントラドロー、3枚ドローします。これ爽快妙2枚破棄して何を探しに行ってるんでしょうかね。キャピタルとエコ標準を廃止します。6コスト3軽減。あ、やら出てきた。さあ3枚目の爽快妙ですね、これが。ではアタックステップで、爽快妙でアタックします。ではアタック打ち効果、相手のデッキを上から7枚破棄します。アタックするだけで7枚破棄やな。4、5、
阻止するカードも入ってなさそうですね。7枚。はい。あミスったの。トラッシュを確認します。ミスったの。フラッシュタイミング。はい。2コスト。はい。クイックドローを使用します。はい。これは真珠をノーコストで召喚します。それ召喚されたブレイブのコスト以下の相手スピリット1体を破壊するというマジックの効果ですね。ガンズバルムンクを召喚します。召喚した後にクイックドローの効果で召喚2を破壊します。6なのでちょうど6で破壊します。フラッシュはないです。ではターンエンドで。はい。じゃあスタートステップ。ワンステップ。ガンズバルムンク出せたということは持ってる？でもニュージーク持ってたらそのまま降臨もありだったな。アタックステップ。アクションアタックします。一つ。はい。ます。さあアタックするしかない。行くしかない。でもブロッカーもない。そうですね。行こう。フラッシュが出なければ。ないです。立ち向かうしかない。これはこんなに硬かったら。ここで殴らない。いやもうさこれでもボロ出るよな。デッキ破壊だよ、デッキ破壊。スタートステップ。コアステップ。ドローステップ。8コスト4軽減。おリグラゴレム。天秤増進リグラゴレムを召喚します。はい。どうしようかな。でアタックステップで、リブラゴレムでアタックします。アタック時効果で系統神王を持つ自分のスピリット1体につき相手のデッキを上から3枚破棄します。1体いるので3枚破棄してください。今破棄。はい。スピリットいました。で、スピリットが入ってます。このスピリットの効果で相手のデッキからスピリットカードが破棄されたとき、系統神王を持つ自分のスピリット1体からのでリブラゴレムを回復させます。じゃあフラッシュ。はい。ランパータオルを使用します。4コスト1軽減3コストでします。このバトルが終了した時アタックステップを終了します。ではフラッシュで。はい。フラッシュ。おさらに。海賊竜王ジークフリードアビス。はい。ジークフリードアビス。あら。自分のネクサスを氷に置いて自分のスピリットの下に氷に持カードとして好きなように追加できる。そうした時あれデッキ破壊じゃなかった。そのネクサス1枚にデッキ破壊から一気に勝負を決めに来ましたね。この3枚をアビスの下に追加します。だからネクサス並べてたんですかね。ではこれで5点。ワンあるよ。ネクサスここが消えたら。ああ破壊時以外だった。アミラスフィアだったらワンある。マジで降臨して。いやこれワンチャンある。こいつ頼む。破壊しじゃあ破壊されたんでバーストアーミラリスクですよね。アーミラリス。リザーブです。頼む。ミュージック来い。ミュージック。この効果でスピリットが消滅した時ワンドローがあるんですけど、消滅しないのでワンドローなしでこのまま召喚します。はい。じゃあフラッシュらしいですね。しないです。氷ミュージックフリード。よし、来た。先にリロードの効果を処理します。で、大地さんちょっと勝負を急ぎすぎたかもしれませんね。あらちょっとネクサスなくなったのきついっすよ。ゆっくりデッキ破棄していった方が良かったんですが、さっき一気に固めたのに。系統を2つ指定し自分のデッキの上から指定した系統を持つブレイブカードが出るので、そうした時ブレイブカードをこれちょっと動けるようになっちゃいましたね。ちょっとトラッシュさっきと勢い違いますもん、イートさんの動きの。いやまだガンズバルムンクがあるかどうかが重要です。ジークフリードアビスを入れてたばっかりに。じゃあ武装を指定します。はい。はい。頼む。そしてこれは召喚します。また出ましたよ。ブレイブしないでそのまま召喚しましたね。フラッシュないです。今何点ですか。今1点ですね。レベルが下がったので1点ですね。じゃあその回復があります。ターンエンドで。はい。じゃあスタートステップ。おっとやばいぞこれ。ドローステップ。フレッシュステップ。渡したぞターンを。すごい。反撃あんじゃないのイートさんの。反撃しますね。もうこれ3点ですからね。はい。3点でブロックされない効果を受けないアタックが今から飛んできます。ですよねってでもオロチさん言ってました。なぜ言ったんでしょうねじゃあね。ミュージックフリードでアタックします。ガンズバルムンクのアタック時効果
氷を持つスピリットでもね、あの場はそうさせる場なんですよ。そしてミュージックフリードこのテーブルに座った者だけが分かる独特の空気というか、緊張感というか。バトル終了時に単に1回回復することができます。フラッシュあれば。フラッシュないです。ないです。やっていきます。絶対負けだと思った。さあお二人お疲れ様でした。エイトさん喜んでますね。お疲れ様です。お疲れ様です。いろいろ封じられてましたけども、完全にロックかかってましたからね。ちょっとしんどい盤面続くんかなと思いきや、ちょっと最後に決めに来てくれたんで、逆にそれが助かりましたね。ちょっと絶望的な盤面でしたもんね。いや、そうですね。結構きつかったですね。さあ、そしてオロチさん、いきなりアビス使いましたね。そうですね、ちょっと焦っちゃいましたね。バーストは予想で来てたんですけど。なんでやねんお前。じゃあなんで使ったの？ねえ、アビス使わずにデッキ破壊でじわじわいけば勝てたんじゃないですか。そうですね、もしかしたらいけてたかもしれないですね。やってもたな。これメンバーに怒られるんじゃないですか。でも相当怒られますね。ということで、お疲れ様でした。ラブオアスカイオロチ、勝利目前で無念の敗退ということで、キング待ってろ。チーム貧血ガーディアンステージ進出。そして惜しくも敗退したラブオアスカイには X レアカード獲得の大チャンス。チームの代表者1名がエキシビジョンマッチに挑戦。今回勝利すると1月27日発売の降臨編第4章選ばれし者より X レアカードを1人1枚プレゼント。事前に気になるカードを聞いてみると、3人とも総龍神グランジークフリードを選択。その理由は、降臨を自分のターン中にできるってことはメインステップにもできるってことなんで、これはえらい後悔だと。交流派ってあるんですけど、このスプリットのカード名にジークフリードを含む、降臨元カード1枚をコスト知らずに召喚することで相手のライフを1個リザーブに置くっていうのがまあ強いなって、それで大体決めれますからね。6色で、どのデッキにも入れれて、黄色デッキだったらイマジナリーゲートから相手がアタックしたら1ターン目で出せたりとか、もしかしたら速攻デッキにも入れるかなと思って選びました。ラブオアスカイの代表は人気の使い手村田よろしくお願いします。そしてチャンピオンシップで全国を飛び回り、今回の収録をお休みしたアグレッシブに代わり、今回バトルするのはバンダイの小谷と申します。株式会社バンダイカード事業部カーテニー。開発からプロモーション、アニメ、今回のエクストリームゲームももろもろ携わらせてもらってるんで、バトスピって言ったら僕っていう感じだとは思うんですけど、バトスピって言ったら僕っていう感じだとは思うんですけど、一番偉くて強いって感じですかね。今まで負けたことがないんですよ。今まで負けたことがないんですよ。と意気込んでいたが、いきます。どうぞ。5コスト1軽減4コストでボーナスレイヤーでデッキの上から3枚オープンし、1、うわすいませんや強っ、とんでもないもんがめくれましたよ。これはきついな。言っちゃったよ。一切の見せ場を作ることができず、おかげでアタック。じゃあ2台を指定します。じゃあ破壊されます。終わった。自動的にライフ削られます。ホムラ発揮。今まで負けたことがないんですよ。無敗の男小谷惨敗。そして勝利した村田区率いるラブオアスカイは見事
X レアカード獲得。バトスピニュース。2月10日土曜日にバトルスピリッツコラボブースターデジモン超進化バージョン 1.5 が発売予定。これも本当ねデジモン大人気でして、バトルスピリッツコラボブースターデジモン超進化がバージョンアップして登場となります。収録カードはバトルスピリッツコラボブースターデジモン超進化のカードが基本となりますが、 X レア8種は全て新規イラストでの収録のほか、ボックス購入特典やキャンペーンカードの追加など新たな要素が追加された商品となります。さあ今回はボックス購入特典のこちら、ズバはい、こちらズバモンを紹介いたします。ズバモンはデジモン20周年記念デジモンで武器に変身できるのが特徴のデジモンなのですが、ブレイブとしての収録となります。今まで誰も持っていなかった進化全色を持っており、全ての色の系統成熟期を持つスピリットと入れ替えることが可能です。これだけでも強い、なんか待ってましたっていう、そうですね、使いやすい。はい、でさらにですね、このカードはブレイブしているスピリットが超進化するときに召喚されたスピリットに回復状態にしてブレイブできるので、超進化してもシンボルや BP を引き継ぐことが可能です。これは強い。もうこれで全色のカードに進化できて汎用的に活躍できるブレイブということもあり、幅広いデジモンデッキでの活躍が期待できる1枚となっております。まだまだ熱さの冷めないデジモンバージョン 1.5 でもじゃんじゃん遊んでください。バトルスピリッツコラボブースターデジモン超進化バージョン 1.5 はブースターパック6枚入り300円、自販機ブースター4枚入り200円です。皆さんぜひゲットしてくださいね。次回支流コントロールの使い手ヤマチュン、対するは小川の伝説に新たな1ページを追加します。久々の登場、青のガーディアン小川。紫魔人召喚します。召喚時効果で翌朝同時から1コアリザーブで、はい、クルセイダードラゴンのアクセルを使います。4枚安います。召喚します。軽快な展開で小川を追い詰めるヤマチュン。するとデッキの残り枚数を聞いてもよろしいですか。来ました死刑宣告。怖いやつ。果たして勝負の行方は？小川もファビュラスになりたいの。